皆さんこんにちは、ガジログです。今回はですね、このアクオスの Wish2 というねスマートフォンをご紹介したいと思います。この写真を見る限り非常に優しいデザインというか、初心者含めて多くの方に受け入れやすいデザインになっているなという感じがします。一体どんなスペックになっているのでしょうか、解説してみたいと思います。では早速本日も行ってみましょう。ということで、アクオスですね、シャープブランドでテレビでも有名ですけども、スマートフォンでもずっと国内市場でトップを走っているということになっています。まずこのデザイン見てみますと、画面サイズは比較的小さめになっていますね。そしてこのフロントのカメラに関しましてはドロップデザインになっています。そして背面を見てみますと、ここにフェリカのお財布携帯のマークが入っていますのでね、設定すれば買い物をすることができます。そしてカメラも非常に小さいものがついています。そしてざっくりなんですが、素材はですね、再生プラスチック材を使って環境に配慮してますよと謳っています。そして防水防塵対衝撃に対応、安心して長く使うことができますよとありますね。これ雨の日に使っているので今の時期いいんじゃないでしょうか。そして使いやすくお財布に優しいアクオスということになっています。フェリカも搭載していましたのでお財布携帯もいいんですが、当然ながらバーコード決済にも対応しています。そしてより詳しいスペックになります。カラー展開はホワイト、チャコール、ブルー、コーラルとありますね。これは万人受けするようなデザインになっていますのでいいですね。そしてサイズですけども、縦がですね 147mm、横 71mm、厚さが 8.9mm と非常に小ぶりになっています。重さは約 162gという形で、スマートフォンにしては軽い部類になってますね。SIM カードはナノ SIM1 枚に対応していますので、デュアルではありません。eSIM にも対応していません。OS は Android 12になっていますので、最新バージョンですね。そして CPU 書いてありますね。SoC になりますけども、スナップドラゴンの 695-5G に対応しています。これ新しいタイプになっていますので、800番台とか700番台ではありませんが、695でも十分なスペックがあると思われます。これは性能的には申し分ないスペックになっていると思います。内蔵メモリーに関しましてはちょっと少なめですね。容量は 64GB の容量になっています。 UFS は 2.1 ということで、これは従来のメモリの転送速度ですので、非常にキビキビとした感じというわけではなさそうです。そして RAM はですね 4GB しか積んでいません。そして従来の古いタイプになっていますので LPDDR4X ですので、やっぱりこれは少し前の部品を使ってより安くという感じが見受けられます。加えてですね、外部メモリに関しましては最大 1TB までのマイクロ SD に対応しています。バッテリー容量は 3730mAh なっていますので、これもボディサイズからしてしまえば仕方ないかなと思いますが、妥当な容量なのかもしれませんね。ただシャープのディスプレイは非常に省エネ駆動になっていますので、これでも結構持つのかなという気はします。そして外部接続ですね、 USB Type-C に対応し、これ嬉しいのは 3.5mm のイヤホンジャックにも対応しています。そしてまだね測定中になっていますので、充電時間とかね、何ワットで充電できるのかということも書かれていません。やっとねディスプレイの情報が出てきました。画面サイズが約 5.7 インチになっています。解像度はちょっと低めですね。 HD プラスで 720×1520 という感じで、荒くはないと思いますけども、ちょっと少なめのスペックになっていますね。そして通信はボルテに対応していますので、データを使った音声通話に対応しています。 5G 通信に関しましては N28、N77、N78、N79 と日本で使われる 5G に対応しています。また LTE ですね、138、この辺の17、18、19という感じで、ほとんどの全キャリアに対応していると思われます。これぐらい対応していれば多分十分じゃないかなという気がしますね。そして Wi-Fi ですね。 Wi-Fi6 には対応していませんけども、だいたいご自宅で使えている Wi-Fi の周波数帯にはほぼ対応していると思われます。そして Bluetooth のバージョンは 5.1、 そして Bluetooth の対応プロファイルに関しましてはこの通りになっていますね。その他の部分になりますが、生体認証に関しましては顔認証は対応していません。指紋認証のみになっています。そしてお財布携帯ですね、 NFC フェルカ搭載と書いてあります。 GPS に関しましてはアメリカの GPS、 ロシアのグロナス、ベイドー中国ですね、ガリレオヨーロッパ、 QZSS 導きといった5種衛星測位に対応してますので、マップでの位置測位に関しましては十分スペックがあると言えます。そしてカメラに関しましては約1300万画素の CMOS センサーの F 値 2.0
ということで、これはまあそんなにすごいっていうわけではありませんけども、多分普通にスナップ写真を撮りたい方には満足できるんじゃないかなという気はします。そしてインカメラですね、セルフィーカメラは800万画素になっています。また防水防塵ミル規格にも対応しています。そして注意事項になりますが、お風呂場で使っていただく際のご注意とありますけども、湯煎や温泉、石鹸、洗剤、入浴剤に入った水などにつけないでくださいというふうに、当然のことが書かれていますが、ここはご注意という感じですね。風呂場でね使うっていう方も最近は多いと思いますけども、これつけない上でですけども、使用時間を2時間以内の範囲でご使用くださいとあります。やっぱりだんだん本体が温まってきてしまって、パッキンとかが緩んでしまうという可能性があると思いますので、そのあたりご注意っていう感じですね。そうしますと浸水する可能性ありますよと書いてあります。というわけで簡単でしたけども、Aquos Wish 2の新しいスマートフォンの解説をいたしました。このスペックを見ていますと、スマートフォンがただ使えればいいっていう方向けなのかなという気はします。やっぱりエントリーモデルのスペックになっていますので、あまり多くのことを求めない。とりあえずスマートフォン使いたいという方、日本の国内モデルで安いものを使いたいという方、そして色もそうですね、癖がない形になっていますので、万人受けするデザイン、そしてスペックになっていると思います。そして価格帯もそんなに高くないと思いますので、これから公表される価格を見た上で選んでいただく形になると思います。そしてきっとですね、日本の大手のキャリア含めてジャパネットとかね、そういう通販系、テレビショッピング系でもね、取り扱う可能性高いですので、そのあたりの参考になっていただければ幸いです。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。